皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。地上波のニュース報道においてはなかなか細かな情報については入ってこなくなりました。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。今回取り上げる主な話題は2つです。まず第一にウクライナの戦闘状況の変化について。アメリカにおいてトランプ大統領が誕生するまでの間になんとかプーチン大統領は占領地域を拡大させたいようです。そのため戦闘が激化している可能性があります。動画の後半においてはヨーロッパにおける政治状況の変化について見ておきましょう。前回の動画でヨーロッパでウクライナ支援のための動きが始まっているという話をしました。その具体例です。ドイツにおいて連立政権が崩壊、選挙が行われて新たな枠組みが生まれそうです。その新しい枠組みでの首相候補は非常にウクライナ支援に積極的な発言をしています。今回はこの2つの話題について取り上げていきましょう。まず最初にここ最近のウクライナ軍の戦果報告でロシア軍に与えた打撃がかなりの大きさであることが報告されています。11月12日付の戦果報告においてはロシア軍の死傷者がプラス1950人と私が見た中では過去最悪を更新するものでした。これは東部戦線における戦いとともにクルスク州における戦いも激化しており、それによって死傷しているロシア兵の数が今までよりもさらに一段増加したものとみられます。こちらのグラフは1日あたりのロシア軍の死傷者の数です。一番下の線が2022年、ロシア軍の死傷者は1日あたり300人から500人といったところでした。それが2023年になって最高値が900人へと上昇。さらに2024年は1日あたりの死傷者が1000人を超える日がほとんど日常と化しています。今日報告された死傷者1900人レベルというのはこれまででも明らかに最高水準で、この状態がどれだけ続くかといったところも注目でしょう。そして死傷者が激増している理由として考えられているのがクルスク州における戦いがより本格化していることだと見られます。クルスク州におけるロシア軍の配置兵力としては、ロシア軍本体が4万人、北朝鮮兵は1万人、情報によればこれがある程度上振れして1万2000から1万4000と書いているところもあります。ここ最近の戦闘の様子を公開している動画においては北朝鮮兵かなと見られるような兵士の姿はあるのですが、ウクライナ軍に捕虜となっている北朝鮮兵の姿は見られず、まだ補助的な戦力として戦いに加わっているだけかもしれません。なお、このように戦闘が激化している理由として挙げられているのが、トランプ氏が大統領に就任した際の外交交渉に影響があるのではないかと言われている点です。つい先日、トランプ氏側はプーチン大統領と電話会談を行ったと発表。しかしロシア側はこれを完全否定し、電話会談は行っていないとしました。この件に関してロシア側の反応を解説したいくつかの記事の中には、現在トランプ氏との交渉が進み、これによって戦争が終わるのではないかといった憶測が流れることをロシア側としては警戒したのではないかといった解説を述べる人もいました。実際どのような話し合いが行われたかについては不明ですが、何かしら話がまとまった可能性があることから、ロシアとしてはクルスク州の奪還といったものを大急ぎで進める理由ができたのかもしれません。ウクライナ側の報道では、トランプ氏の大統領就任式その前までにクルスク州によるウクライナ軍を撃滅せよといった話がロシア側で流れていると報じられています。そしてクルスク州と同じく東部戦線における戦いも激しい水準が続いています。この激しい戦いにおける時間の経過で東部戦線の各部隊からの救援依頼といったものが増え続けているという報道があります。ロシア軍とウクライナ軍双方における死傷者数、防御側であるウクライナ軍の方が少ないといったことはあるのですが、ここで問題となるのは補充される兵士の数です。ロシア側は最大で月3万人程度の兵士を集め戦線に投入していると言われています。一方でウクライナ軍はそれよりも兵士の補充スピードがずっと低く、そのために前線で兵士の配置が薄くなるところが発生し、そこをロシア軍に突かれるといったことが
多発しているそうです。そしてもう一つ懸念となる報道も出ています。これまで東部戦線やクルスク州での戦いと比べてかなり戦闘が小規模なものにとどまっていた南部戦線。ザポリージャ州におけるロシア軍の動向として大規模な攻勢に打って出るのではないかといった話が出ています。これは最初にも述べたように、ロシア側としてはトランプ氏が大統領を就任したその時点をもって戦闘を凍結する危険性といったものがあることから、それまでに取れるだけ取ろうといった思惑から、これまで静かだった南部においても損害度外視の攻撃が行われるかもしれないというようなことが予想されているのです。トランプ氏の戦略については現在のところ詳細は不明です。ですが、プーチン大統領との何かしらの交渉がすでに水面下で行われていると考えるのは別に不思議な話ではないでしょう。そして水面下で明らかになっていない様々な交渉を想定してロシアもウクライナも動いていると見るべきです。ウクライナの場合であれば、もしも大統領就任に合わせてのその時点での外交交渉入りといったことを考えた場合においては、クルスク州における占領地があることは確実に外交カードになるといったことを考えていることでしょう。東部戦線における救援部隊が足りないとなれば、本来であればクルスク州に展開している部隊を引き上げてでも東部に当てるといったことが作戦の一つとしてあります。しかしそのような気配は今のところウクライナ軍にはありません。おそらく政治上の理由としてクルスク州における制圧地域をある程度保持することがゼレンスキー大統領の考えなのでしょう。これが吉と出るか凶と出るかについてはおそらくトランプ氏が大統領就任してからの動きに影響するかどうかで分かれます。うまくいけばクルスク州における制圧地域をロシア軍の制圧している地域といわば交換するような形での交渉がまとまるかもしれないし、実際にはトランプ大統領にそのような外交を仲立ちする気がなければ無理してクルスク州における制圧地域を守る必要はないでしょう。さて、アメリカに続いてウクライナに対する支援の大きな国といえばドイツです。EU という大きな塊での支援はヨーロッパ全体として見ればやっているわけですが、単独国家としてはアメリカ、ドイツというこの並びです。そのドイツにおいてウクライナ支援の姿勢が大きく変わるかもしれません。ドイツ、有権者の 65%、早期選挙支持。ドイツの公共放送連盟は有権者の 65% が総選挙を可能な限り早期に実施するよう望んでいるとの世論調査結果を発表した。ショルツ政権は自由民主党 FDP が連立を離脱。ショルツ氏は連邦議会の解散に向け1月15日に首相信任投票を実施すると表明した。これにより3月に総選挙となる公算が強まっているが、有権者の多くは信任投票の実施を早め、速やかに国民の信を問うべきだと考えているようだ。政権奪還を狙う連邦議会最大野党で中道右派のキリスト教民主同盟 CDU、キリスト教社会同盟 CSU 連合は1月の選挙実施を求めている。政党支持率調査では CDU、CSU 連合が34% で首位。2位は排外主義的な政策を掲げる右派政党ドイツのための選択肢 AFD で 18% だった。3位はショルツ氏の社会民主党 SPD で 16%。ドイツでは連立政権の崩壊に伴って議会の解散総選挙といったものが行われようとしています。そして現在ソル首相の所属政党は国民の支持率から言えば3位で選挙において勝利し再び首相になるといったことはちょっと難しい情勢です。では国民の支持率1位となっている現在の野党指導者はどのような考えを持っているのか、ウクライナに対する部分だけを取り上げるとこのような話になっています。ドイツの野党支持者はプーチン大統領に24時間の最後通告を発し、ウクライナに長距離ミサイルを引き渡すことを提案した。キリスト教民主同盟 CDU の首相候補フリードリヒ・メルツ氏はインタビューで選挙に勝てばロシアに対し対語通帳を突きつけるつもりであると語った。要求が満たされない場合、メルツ氏はタウルス巡航ミサイルをウクライナに移転し、ロシア領土への攻撃のための長距離兵器の使用制限を解除する計画だ。同氏はウクライナはあらゆる可能な手段で自国防衛に成功できるというのがドイツの立場であるべきだと強調し、プーチン大統領との対話に前向きであると付け加えた。メルツ氏はこれまで
ロシアに対して厳しい姿勢を表明していた。同氏は10月に連邦議会で演説し、より果断な方針を求め、ショルツ首相を批判した。ドイツ政府がタウルスミサイルの供与に消極的であるため、ウクライナは片手を後ろに背けて戦うことを強いられていると非難した。野党の時には政権を担っているわけではありませんから、好き勝手言えるといった面があり、支持率が今1位の野党指導者は、ウクライナ支援に非常に積極的な発言を行っています。この発言が政権を担う段階になっても続くかどうかといったことは不透明ですが、少なくとも現段階においては、ショルツ首相よりもより前向きなウクライナ支援を表明しています。タウルス巡航ミサイルは、イギリスやフランスが供与している巡航ミサイル、ストームシャドウやスカルプと同様の巡航ミサイルで、射程距離はタウルス巡航ミサイルの方が長いと言われています。それだけにイギリスやフランスが巡航ミサイルを供与した際には、ドイツもこれに続くのかなと見られていたわけですが、ドイツのショルツ首相は決してウクライナに巡航ミサイルを供与しませんでした。ドイツはウクライナ支援、単独国家としては2位ではあるものの、どうしても詰めの部分で甘く、思い切りが足りませんでした。日本から見ている私にしてみれば、もういっそのこと政権が変わって、ウクライナ支援に前向きになってくれればなと思います。なお、私自身は、ウクライナ支援を日本も行うべきだと考えていますから、アメリカがかつて軍事支援に使ったレンドリース法のようなものを日本でも策定し、戦争が終わったら返してねみたいな形で都市防空のためにパトリオットミサイルを供与し、後方の守りを固めるぐらいのことはやってもいいのになと思います。もちろん退役兵器も自衛隊にあることから、それらについて処分をお願いするといったことも選択肢としてはあり得るはずです。日本はどうしても国内政治に多くの人々の関心が集まっています。国民の生活に直結する部分での政策で、どうしても多くの不具合を抱えている日本の政治は、こうした国際情勢に対する議論が全く盛り上がらないという事情があります。しかし、国連常任理事国による侵略を放置すれば、結局のところ、日本自身の安全保障問題へとつながるようなことへと話は進んでいくわけですから、ウクライナ支援どうするか、もうちょっと議論は欲しいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。